こんにちは。山口県立萩美術館浦上記念館の淵田恵子です。山口県国際交流員ティナです。同じく国際交流員のバレンティナです。山口の文化力を発信するカルチーブ山口として、山口県立萩美術館浦上記念館からも動画配信することとなりました。全5回のシリーズで当館が所蔵する浮世絵を山口県の国際交流員さんと一緒にご紹介していきたいと思います。今回はその第1回目となります。では早速始めましょう。山口県萩市にある山口県立萩美術館浦上記念館は、東洋当時近現代の陶芸工芸作品浮世絵版画を専門とする美術館で、建物自体も東京都庁や代々木第一体育館、広島平和記念公園の設計をした丹下健三氏の作品です。この特選鑑賞室は当館が所蔵する浮世絵版画の中から月替わりで名品1点を展示し、ゆっくりご鑑賞いただく部屋になっています。今日ご紹介するのは葛飾北斎の富岳三十六景参加博です。2020年は6月28日まで展示しています。この富岳三十六景はさまざまな場所から見える富士山を描いた風景画のシリーズです。このシリーズが発表される前から浮世絵では日本各地の名所の風景が描かれることもあったのですが、それは主に絵の背景としてでした。そんな中、風景を主役にした富岳三十六景が世に出るんですね。もちろんこの作品が突然できたわけではなくて、当時日本の街道が整備されて、それに伴って人々の交通量が増えていく中で、世間の風景に対する興味が高まっていたことが背景にあります。タイトルには36景とありますが、36作品が出た後も追加で10作品制作されて、全部で46作品出されています。そういったことからもいかに人気が高かったのかがわかります。そして富岳三十六景の登場によって、その後の浮世絵界では次々と風景画が作られて、一つのジャンルとして確立していきます。この富岳三十六景は葛飾北斎の代表作として、そして浮世絵史上の名作としてとても有名なのですが、こういった意味で浮世絵の歴史の中で果たした役割が非常に大きい作品なんです。じゃあ絵を見ていきましょう。画面いっぱいに富士山だけを大きく描いて、非常に単純明快でシンプルな構図でバシッと決まっていますよね。富士山は古くから信仰の対象とされていたんですけれども、二つとないという漢字が当てられることもあって、そんな日本一の山が見事に表現されています。画面の左上には題名が記されていまして、山花は山のふもと、白は夕立を意味します。そしてこれは最初に出された36枚に共通しているんですが、タイトルや輪郭線は墨で刷った黒色ではなくって、植物性の藍色であることが科学調査によって明らかにされています。山の頂上はすっきりと青空が広がっていますが、このような絵の中の青色の部分、線ではなくて面で表された部分はベロ藍と呼ばれる海外からもたらされた化学顔料の青が使われています。山の中腹には白い雲が湧いていて、麓の方はどんより黒くなっています。そして画面の右下に描かれたオレンジ色の線は雷を表しています。雷が落ちて空がピカッと光った時、こんな風にギザギザした稲光が見えますよね。山のふもとでは夕立で強い雨が降っているんだろうなと想像させられます。奇抜でデザイン重視でありながらも、描かれた場所の空気感が伝わってくる北斎の表現力を感じさせる作品です。実は同じ作品でこんなバージョンも刷られているんですね。この下の方に注目してみてください。山のふもとに松林が加わっていて、絵が随分説明的になっていますよね。見比べてみると非常に面白いです。はい、ここまで作品を解説してきましたが、今日はお二人にクイズを出したいと思います。今日ご紹介した参加博と非常に構図が似た作品が富岳三十六景のシリーズの中にはあるんですね。お二人も見たことあるんじゃないかなと思うんですけれども、富岳三十六景外風快晴という作品です。こちらの作品は朝日を受けた富士山が描かれていると言われていまして、通称赤富士と言われています。
この赤富士に対して三下白にも呼び名が付けられているんですが、一体何と言われているでしょうか？でも赤なんで多分茶色か黒富士ですかね。正解ですはい、すっぱり当てられちゃいましたけども、山の麓のところがどんより黒いので、その黒が非常に印象的なので黒富士というふうに言われています。この36景の46枚にも同じような本当に富士の絵がもうたくさんあるってことですか？同じようなっていうのは実はちょっとずつ違っていて、いろんな場所から見える富士山がいろんなシチュエーションで描かれているんですね。なので例えば人々の生活の中に溶け込む富士山とか、見ている人たちが富士登山をしているような気分になるような作品もあります。そしてなんでこんなにいっぱいあるのかというと、それはもう富岳三十六景がすごく人気があったからなんですね。浮世絵は庶民が買う商品でしたので、こういうふうに人気がある作品っていうのは予定の枚数を超えてもどんどん作られていました。でこんなに同じようなテーマのたくさんの絵を描くのはこのシリーズの特徴ですか？それとも全体的に浮世絵の特徴ですかね？はい、こういうふうに一つのテーマをシリーズ展開していくっていうのは富岳三十六景だけではなくって浮世絵全部で見られます。はい、そうなんですか。はい、もうシリーズ展開していない作品もあるんですけれども、特に美人が女性を描いた作品なんかはシリーズ展開したものが多くあります。はい、この作品で結構鮮やかな青とか鮮やかなオレンジを使ってると思うんですけど、補色っていうかそういう色使い、大胆な色使いって結構浮世絵で見られるんですか？はい、よく見られます。絵師とか時代によって使う色使いっていうのが少しずつ変わるんですけれども、こういう大胆な色使いっていうのはよくしています。はい、例えば絵の中の着物の色使いなんかも今の私たちが見ると非常に大胆な補色を派手に使ったりしています。ありがとうございます。もう一つ質問あるんですけど、この作品が結構浮世絵の中の歴史で結構大きな、革命というか、起こした作品って聞いたんですけど、それってやっぱり葛飾北斎が描いたからそういうことが起きたんですかね？はい、そうですね。北斎がこの富岳三十六景のシリーズを出した時に、もうすでに人気のある絵師だったんですね。ですので、浮世絵を買う立場の人だけじゃなくって同時代に活躍した浮世絵師たちもすごく注目していましたし、非常に影響力を持っていました。なるほど、ありがとうございます。いかがでしたでしょうか？こちらの作品は2020年は6月28日まで展示しております。今後も展示される機会があると思いますので、ぜひ当館ホームページでご確認ください。ぜひ直に当館で浮世絵作品、陶芸工芸作品をご覧いただき、作品の魅力を感じていただければと思います。次回は歌川広重名所江戸百景市中繁栄七夕祭りという作品をご紹介いたします。ご覧いただきありがとうございました。次回もお楽しみに。